日本持っていくわ。日常ですね。こんな感じです。そうなんですよ。これね、欲しい。そうです。よいしょ。送ってくれるか。送ってくれるか。いいよ。いいよ。いいよ。ママ。上司貸してもらってるか。今そこの眉毛の線をここの線を彫ってますね。それと同じような形にしてあげなきゃいけないんで、なるべくそれに似たような眉毛にしてあげなきゃいけないんで、今一生懸命その古いの見ながらやってます。まだ実際現役でお祭りで使ってますんで、昨日までお祭りで終わって戻ってきました。来年のお祭りです。来年のお祭りです。まだ全然、彫りはもう全然ですけど、あと、目ん玉に真鍮が入ってるんですよ。歯と目ん玉が。その飾り職人さんと行くと3ヶ月ぐらい戻ってこないんで、なんとか、だいたい荒彫りぐらい終わって、今年中にだいたい形ができたら、金具屋さん持っていくと、冬の間にしてくれるんで、そうすると3月ぐらいに戻ってくると、そこから3ヶ月ぐらいで仕上げてしまうと、だいたい6月、7月な感じになりますね。あとはこいつ漆塗ってないんで、主屋さんはないですけど、本当だったら漆塗る職人さんと行くとまた2月ぐらい戻ってこないんで、結局は1年とかなっちゃうんですよね。
このその R 値が、その角度は大体この自分の頭の中に入ってるから、その角度に合わせたのみを探して合わせていくっていう感じだね。ついこの間収めてんけど、これよりもっと大きいやつ、今まで過去で一番、僕の中で一番大きいし作ったんやけど、それが一番きつかったね。まあ今息子がいてひっくり返したりするのは手伝ってもらえるんやけど、若い時だと一人できたけど、今はもう全然、まずチェーンソーのエンジンがかかれないっていう体力がなくなってきとるっていうのと、始めたのがまあ28、9ぐらいですかね。今だからだいたい30年ぐらい。長いですね、考えたら。びっくりしましたけどね。一言も継いでほしいの言ったことなかったし、まあ、息子がやりたくなかったら、まあ、それも仕方ないかなとも思ってたんで、そんなに強制は一切してないです。まあ、主人と二人でまあやるならやればいいんじゃないみたいな。ダメだったらうちらの代で終わろうみたいなとこもありました。なかなかこういう貴重な仕事をしてる人いないんで、もう時代に逆らってるって言われるんですけど、全部手でやってるんで、珍しいですよね。こういうのをやってくれるっていうのはやっぱありがたいなと思います。子供の頃からいずれ大人になったらこの仕事するんやろなって思ってそのまま大人になった感じなんでなんでしょうね、まあ、前向きなところですかね。ポジティブ、いつもまあ悩み相談すると必ず前向きに返してくれる人間なんですよ。なんか全部何でもこう前向きに返すね、才能があるようなお母さん。才能。性格やね。性格です。トーム63ですか？この人もいくつまで現役でやるのかわかんないですけど、もうそろそろやんないと。あんなでっかい写真作ると5年ぐらいかかると思うんで。一応見てたんでしょうけど、もうほんと記憶ないですね、今になっちゃう。本当に子供の頃の話で、僕がね、こっち帰ってきた時には、引退してましたから、一緒に仕事することはできんかったですけど。やっぱね、顔が勢いあるなって、そのおじいちゃんの作ったやつ見てると思いますね、やっぱり。今さっきやってたのがちょうどここからこの辺ですね。この辺やってます。腹取りが終わって。ユニとすのは別ですけど、本体は一本の丸太です。うちの親父が若い頃に獅子頭大きいの掘りたいって言って、この材料を買うのにお金ないんで獅子頭4つ1年間獅子頭4つ収めて、あぐる何年か後にこの大きいを分けてもらいました。で今の建物あそこに置いて建物建てて掘りました。最初はだから何にもひっくり返すこれかな、置いたままそのままそう置いたまま掘ってって転がせないんですよ。ひっくり返せないんで、大きいんで。最初はもう材料だけだと3トンとか3トン4トンぐらいあったんじゃないですかね、パウダーを出すこと考えてなかったんで、完成したら窓を全部壊して出しましたんで、まさかこんな建物ができるなんて思ってなくて、
とにかく親父はでかいのが掘りたいって大きいものを作りたいっていうんでこの獅子を兄弟4人で作り始めたんです。僕が小学校1年生ぐらいの時に丸太が初めてうち来たんで何年前12歳とすれば俺が62年40年前ですね。50年いや12か50年かそっかそっか当時はほらやっぱりバブリーな時代だから黄金獅子を作れということでどれぐらい金箔使ってそうる今とんでもない金額になってます3000万ぐらい使っとるからな。すごいこれだった。お水ね。この裏に全部だった。こっちだね。こっちに書いてる。昭和59。完成した時は。うまくなってる。これだからほらそこで足したら分かる。ここに線あるの。ここにこいつも割れあってズボッ一本抜いて8単位。一本の丸太なんやけど、でこっちは全部布張りしたの分かるか。布張りの見えるか？麻布の貼ってあるの見えるか？でこっちになるとだいぶその塗る技術も上がったし中塗る技術も上がったしいろんなもんがでこれもほら外しやすく自分で回せば外れになるしあれはもう釣るのは絶対上がれないと釣れんから。ちょっとやっぱ今見てもやっぱ想像つかないですね。どうやってすごいな。これヒューマン、これが一番古いかもしれない。下東だとこれも古い。これね。じいさん一番若い頃やな。まだ角四角いよ。多分30、お前が35、6かもしれない。一番若い頃。これがさっきのヒューマンのでかいやつ。さっきのヒューマンのやつのでかい方のやつ。これの新しいのを作ったんよ。俺が作ったんで。大きすぎて獅子舞できんって言われてちっちゃくしたんよ。少し。なるほどね。材料ないもんな、こんなでっかいのね。今でさえもうないな。だいぶ固まったんだ。ああ、ほやね。そんな説明することは。まあそうですね。説明。下手したら初めてかもしれないですね。獅子談がね、話がしますよね。伝えとかないかんかなと思って、俺の知ってる情報を少しでも。まあそう、まあ古いか。まあそう古い。ここ顔見えるやん。これか。ここ綺麗。こんな霧はもうないんで、絶対ないんで、本当に貴重なもんなんで、本当に。見ての通り、すごい綺麗なんで、目も細かいですし。霧ってなんかお父さん曰く7、80年、長生きして100年ぐらいっていう。大きくなるのも早いけど寿命が短いっていうのが霧の特徴。はい。うわ、大事や。本当に仕事しかしなかった父親でしたね。もともと和ダンスの職人だったんです。で、もともとタンス作る職人になって、で近くにやっぱ獅子頭を作るちっちゃい獅子頭を作る職人さんがいて、でそこから箱の注文ですよね。獅子頭入れる切り箱の注文されて、同じ切りの木で片一方は箱だし片一方は彫刻だし、同じやるんならやってみたいということで掘り始めたみたいですね。最初はちっちゃいのから掘り始めて、さっき見たでっかいお獅子に掘るまでになったんですけど、じいちゃんいつもここに膝の上に乗っけてじいちゃんのこいつずっと掘ってたんですよね。親父の横で親父がここに座ってたんですけど、僕はここじゃなくてそっち行ってたんで、
こいつが一緒にずっとその横でおそらくでもこれのました写真頭を作ろうとしてたんでしょうね。かなかは。多分5歳とか4歳とかだと思います。多分おそらく。僕はそんなことされたことなかったですけど、でも孫なんでやっぱ可愛いんでしょうね。ここにやってたそうですね。でばあちゃんがそこにいて、ここにじいさんがいたんで、そこがおふくろ育ってたとこなんで、そことここにいたんで、そこでまあ面倒見てもらってたってことですね。まあなんとか、まあ、今親父からうち来て、まあ3代続けばやっぱり、まず伝統って受け継いだことになるだろうなって思ってたんで、まあ僕の中でもこんな継いでくれてもいいし、継がれてもいいと思ってたんでね。プレッシャーを与えた気持ちはないよな。俺もなかったから、なかった。全然お前にそんなプレッシャー与えたこともないし、自分自身がそう思ってないんで、いつでも、ね、他の仕事やりたければやればいいなって思ってたんで、たまたま嬉しかったですね。僕の中でお祭りっていうとしまいなんですけど、しまいの場合、さっきも電話みたいにちょうど今シーズンなんです。だからここ2日間でもう下まま2つと牙折れたっていう、とにかく毎日不安ですね。もうなんか壊れるんじゃないか、どっかから心配ですね。自分の作ったものがなんとか無事に終わってほしい。お祭りさえ無事に終わってくれればほっとするなっていう。でも実際出たんですよね、去年、一昨年と。剣のお祭りに出て、実際そのじいちゃんが作った獅子頭を持って、その獅子舞した。歯と歯を合わせちゃいけない。指を挟みなさいって言って。だからそんなに大事にしてくれてるところもあったりと。たまたま出たところがそういうところをやったからこそ、だって使う人がそんだけ大事に扱ってくれてんだから、作る側がそれ大事にしないといけないなっていうのは思いましたね、確かに。ここぶつけとる、ここぶつけ、一箇所ぶつけとる。一番目立っとるところやない。これどうにかならんすか？なんとかなりますよ。キーパーがあればなんとかなりますよ。そこだけなんとかなれると思います。横にいるとそう。それが一番怖いです。こっちにこうする。そうですね。オスのはこういう感じで、メスはまた持ち方違う。また違うんですよ。それ